おはようございます。小木曽です。今日は透明水彩アクリル、さあどっちということで、お見せしようと思います。その前にこの後ろなんやって感じかもしれませんが、そうですね、今大きい作品を描き出しております。1年ぐらいかかるのかななんて、ボソボソ思いながら頑張っております。2022年、9月9日かっこ仮かっこ閉じるから10月の23日かっこ仮かっこ閉じるですね、個展を予定しております。日程はまだ完全に確定はしておりませんが、おそらく9月から10月まで、佐賀県立美術館で個展をやりそうです。で、それに、向けてですね、描き出しております。この作品はどういう作品なのかということも含めて、今後お見せできたらなというふうに思います。これもちょこちょこ動画を撮っていこうと思いますので、また皆さんにお見せできる日が来るんじゃないかなと思いますので、また待っていてください。それじゃあ本編の方は、今日はすみません、早送りでお見せいたします。どうぞ。それでは解説をしていきたいと思います。もう、37分37秒の動画を4倍速でお見せしようと思いますので、あっという間に終わってしまいますが、左は透明水彩、右はアクリル絵の具でございます。もう透明水彩というのはやっぱ紙の白さを基本活かしながら描く。一方アクリルというのは何本も重ねていけますので、初めにこれはジェッソ、黒と白を混ぜ合わせたものを塗っておきました。で、右のアクリルの方は今下書きをしていっております。で、右はもう色を1層目を塗っていってます。で、透明水彩はだいたい2層3層ぐらいまでで押さえてあげた方がいいかなとは思います。あまりやりすぎるとちょっと色が汚くなってしまいますので、一方、アクリルの方は何層でも塗れますので、今髪の毛とかを一生懸命描きながら、今ハッチングが始まりました。ハッチングですね。細かい線を重ね合わせながらグラデーションを作っていくという技法でございます。ちょっとですね、本編の方を見るとすごくダラダラした動画になってるかもしれませんが、アクリル絵の具というのはなかなか乾きが早いものですから、グラデーションとか難しいので、今回はこういった水で相当薄めたものでハッチングしていくという方法を取りました。一方、透明水彩の方はですね、1層目をだいたいうっすらと塗って、顔なんかをほとんどうっすら塗っていっている状態。で、右の方のアクリルは徐々に、顔のところだけを明るいところを白いジェッソで描いていっております。ちょっと早口になるのをやめておきますね。ゆっくりしておきますね。皆様ゆっくり喋れって言われそうなのでですね。で、左の方も目を描いていってますが、右の方は塗り残すというような感じで描いていくっていうのが分かりますかね。明るいところを描きながら中間色、そして暗いところは塗り残しておいて、中間色に近いような色とかは1層2層ぐらいハッチングしていくぐらいな感じですか。で、左の方はちょっとディティールを思い切りグッとこの段階で描きました。グッと描いて、1回目の描画デテールですね。デテール細部を描きました。一方右側の方は徐々に細かい線が重なり合わさって白さが強くなっていっているのがわかるかと思います。左の方の透明水彩は2層目の肌の色が塗られました。余分なのはティッシュで拭き取ったりなんかしながらですね、一方右の方は徐々に白ばっかりで描いてますね。今の段階白黒だけです。右の方は。一方左の方は2層目を描き出しているという作業でしょうか。時間にすると右アクリルはだいたい4、5時間、左水彩は3時間ぐらいっていう感じでした。だからもう全然違うものになっていったよっていうことをお見せすることも大事かなと。本当に画材の特性をしっかり理解することによって自分の表現というのがまた深まっていきます。もちろん併用して描くこともできますし、アクリルで透明水彩のように描くこともできます。透明水彩でアクリルのように描くっていうのはちょっと難しいかもしれません。重ねを何層もとか、あとはマチエルといってボコボコさせるとかつるっとさせるとか、そういった方法は透明水彩はちょっと不向きですが、白い紙のを生かして描くので色鮮やかに描くことがアクリルも容易。そうでもないか、アクリルでも描けるかな。
本当に好みの問題です。どこどこのラーメンが好き、いや俺はここのラーメンが好きと大体こう言い合いになったりしてももう収集つかないじゃないですか。もうそんなんね、もう好みの問題ですもんね。そういったところはあるかと思います。でも素材を知っておくと自分の表現というのの幅がすごい広がってまいります。右の方はマチエール、後ろの桜の木はどちらかというとマチエールをつけました。そして色を右の方はつけていくという感じで、今ちょんちょんと置いて、水と茶色と何かの色を混ぜて本編の方をご覧ください。肌の色をグレーズすることによって一歩左の方は3層目あたりに入っていったでしょうか。大きめの平筆でザクザクザクと書いていっております。右の方は、グレーズという作業ですね。こういった重ね方ができる。一歩左の方は薄い絵の具で重ねながら深みを出していくということをしている。これすごく重層構造、重なる層の構造ですね。こういうのを理解するにはものすごくいい動画かなというふうに思います。油絵なんかはですね、右の方はちょっとですね乾くとマットになってきます。僕はやっぱ油絵っていうのは重層構造されていた方がもうこれね、もう毎度言うんですけども、もう絶対なんかないですからね。皆さんの中で自分で取捨選択していくことが大事ですよ。よくこうじゃないとダメじゃないですかとか言われるんですけども、絶対っていうのはなくて、それを覆していくのが美術というものですね。それが20世紀の美術の歴史で皆さんがよくわからんっていう世界があると思います。でもそういうところから生まれてきたものに皆さんは実は日常の中に、あるものですごい便利なものがあるんですね。例えば抽象表現主義なんていうのから派生したミニマルアートなんていうのがあります。あれ聞いたことあるぞ。ミニマルって何ですか？そうですね、ミニマリストなんていう人いますね。必要最小限のものだけで生活。左の方の透明水彩もハッチングとかをしていってます。ミニマリストなんていうのはどんどん物を省いていくという、それはまさにスティーブ・ジョブズ iPhone とか iPad マッキントッシュとかを作られたスティーブ・ジョブズなんかミニマリストというかですね、 iPhone の中にもう世の中に、CD なんかいらないんじゃないかとかですね、カメラももうスマートフォンの中に入れちゃえとかですね、そう要は何も必要なくしていこう。もう下手すれば紙の本なんていらない時代が来るかもしれませんっていう考えから生まれたものなんですよ。ということを知ると美術と日常というのがすごく近く感じることができるんじゃないでしょうか。ということをベラベラ喋っていると、やはり右の方は乾くとマットになりますね。塗った瞬間は暗いですが乾くとマットになり、一歩左の方はめっちゃ細かい暗い色でハッチングをしている作業をしていっております。こんな感じで同じモチーフを描いてもこんだけ絵が違うんだよということをお見せ しようと今回は思いました。だから日頃発表しているレベルより特に右の方なんかはもっと本当ハッチングとか首とか顎のあたりまでするんですけどね、ちょっと分かる段階ぐらいまでで終わらしておこうかなと思いました。もう見えなく描こうと思えば描けますけどね。ということでちょんと右の方は白い絵の具を厚くどんどんと最終的にのせながら、一歩左の方は本当にもうあんまり場所を動かずに顔を中心にベタっと、そして洋服に3層目4層目を塗っていって、徐々に、完成に向けて、仕上がって作品が参りました。こういうふうに画材を知るとこんなに表現が違うんだぞという目ん玉にちょんと明かりの右側入れました。一歩左の方は髪の毛をよりディティールを描いていっております。息継ぎはするべきですね。しなきゃいけないということが分かりました。ほぼ息継ぎなしで、一気に解説を取りました。こんな感じで、完成に向かっていきました。どうだったですか？よかったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。
ご視聴ありがとうございました。そうですね、気になって仕方ないという感じかもしれませんけど、193センチ ×193 センチですね。私のちょうど身長と同じぐらいのサイズの120号のスクエアというサイズ、130号の F の長辺と同じなんですけどね、あれなんでですかよくわかりませんけども、このサイズが私は結構好きで、描いております。ちまちま描いていきますが、油絵で描いていってます。今日は透明水彩とアクリルの違いをお見せいたしました。面白かったですか？ちょっと分かりやすい動画となっております。自分がこれからどういう画材を選択したいかなっていう時、こういった動画もまた参考に見てみてください。どうもチャンネル登録とかがやはり Google の戦略によりだいぶ減ってきてます。皆さんお友達誘ってみてくださいね。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやっているよ。